ということで、会場の方は変わらずです。オンラインの方ははじめまして、つるるんと申します。ノストラジア2025開会をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日司会を務めるつるるんです。よろしくお願いします。まず開始にあたって発起人の小白さんから挨拶いただければと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。ですね、2023年の11月に開催されたノストラジアなんですけど、衝撃を忘れられず、去年も開催して、マグロの解体ショーもここでやったんですけど、今回は、ネーガさんのショーということで、もうスタッフだけでも20人以上の、協力メンバーによって無事開催することができました。はい、で日本でノストラの日が絶えないように、こういうお祭りのイベントをやって盛り上げていきたいなと思っていますので、あとそうですね、ジャックをいずれ呼んで開催できるぐらいにやりたいなと、そこまでは続けたいなと思っています。それでは皆さん楽しんでください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いてタイムテーブルの紹介です。LT については配信がございます。13時20分って書いてあるんですけど、13時20分というか、この後このまま、この枠のまんま LT に行きます。そしてここの配信に載って、ここに載ってないものもありますが、会場のみのイベントをいくつか挟んで、15時半からライトニングトークは、再開して配信もさせていただきます。この間のイベントについては配信はないです。で、会場では物販やグッズの交換もありますが、オンラインの方々と直接手を伸ばして交換することにはいかないので、ここでは紹介だけとさせていただきます。そして C 社の提供もございます。京都でほのかという C 社カフェコミュニティスペースをやられている方々が来てくださってますので、オンライン参加の方も後日店舗の方に行っていただければなと思います。そしてノスター神社なるものがございます。会場にいる方はぜひノスターに様子を投稿していっぱいおみくじ引いてください。ということで駆け足でしたが、タイムテーブルの紹介をさせていただきました。続いて寄稿いただいたイラストのご紹介です。会場の皆さんは後ろ手にいっぱいディスプレイがあって、そちらで何回かスライドショーを回ってるのを撮影されている方もいらっしゃいましたが、たくさんの方からイラストの寄稿をいただきました。1300さんだったり、あんずさん、あわゆきさん、いかのあしさん、逆さ三角さん、そしてしおさん、ターゴイルさん、ホーグスさん、メイビーさん、ブロさん、ゆうひかげさん、ペイさん、ゆうひまわりさん、よそいちさん、しゅうようさん、なつきさん、黒田さん、以上の方々にご協力いただいております。イラストの寄稿いただきありがとうございます。はい、そしてスポンサーのご紹介です。メインスポンサーである全力機械さん、ご協力いただきありがとうございます。そしてヒーローショーのサポートをしていただいたのは日本ビットコイン産業株式会社さんです。ご協力いただきありがとうございます。で、次、グッズのサポートをしてくださったあんずさんです。ご協力いただきありがとうございます。最後、ノスター神社のサポートをしてくださった、今回残念ながら来られてないんですけど、しのさんです。ご協力いただきありがとうございます。はい、改めましてスポンサーしてくださった皆様ありがとうございます。続いてお祝いの言葉をいただいておりますのでご紹介させていただきます。まずはまつんさんからです。止まっちゃった。ソーシャルネットワークながらいろいろな出来事がありました。ユーザーは去る人もいれば来る人もおり、その中で少しずつコミュニティの輪が大きくなり始めているのを肌で感じています。現在、僕も2つの自作リレーサーバーと12体の自作ボットを運用し続けています。特にこれらのリレーサーバーは、サポートしているニップの数ではおそらくトップクラスだと自負しています。ユーザー自身がリレーサーバーを開発し、ニップにフィードバックする、とても健全な SNS だと思います。その自作リレーにかかる負荷が着実に上がっていることからも、ノストル日本人コミュニティが拡大しているのを改めて感じています。さて、
ナスターを SNS として利用されておられる皆さんとは肌感が違うかもしれませんが、実はノストラは開発者にとってのオアシスなのです。仕様がオープンであり、JavaScript を3行くらい書けばリレーからメッセージを受信できます。誰もが自作のリレーやクライアントを作ったり、頭がおかしくなるようなボットを開発することができるのです。これからのストゥルにやってくる開発者の皆さん、ぜひ豊かな想像力を働かせて皆を驚かせてくれるようなプロダクトを作ってください。これからたくさんの人たちがノストラに来ることを楽しみにしています。マッツン。ありがとうございました。読み上げ音声が不安定でしたけど、続いてフィアットジャフさんからもコメントいただいております。再びノストラジアを開催してくれて、そしてノスターを活用してくれて大変感謝です。私たちはまだ多数派ではないかもしれないですが、リレーのフィードに関するすごいアイディア、奇抜なクライアントたち、アウトボックスモデルなど、ソーシャルメディアをあるべき姿にするため、それぞれができることを実行し、良い方向に動いている、それが至るところで起きていると思っています。行き過ぎた AI の援用には、ちょっとな、と思う時もあるけど、そして、日本のノスターの相変わらずさは言うまでもない。これ以上昨年と同じコメントするのは無粋というものです。そして皆さん、今年のじゃんけん大会も頑張ってね。はい、ありがとうございました。お二方ともありがとうございます。それでは、これよりノストラジア2025を開始していきたいと思います。物販だったり、販布グッズ、C 社ノストラジア神社は、これよりご利用いただけますので、ぜひご利用ください。そしてメインホールではこのまま LT を始めていきますが、ちょっと準備のため少々お時間いただきます。一旦ありがとうございました。
履歴とかが表示されています。で、まさかノスターでお宝探しなんてできないよねってことなんですけど、英語の方だとジオキャッシンって書いてるんですけど、これも最近見つけたクライアントでですね、Treasures っていうウェブクライアントしかないんですけど、PWA でインストールもできるんですが、大昔にジオキャッシングって超流行ったんですよね。そのロケーションのヒントを入れて、でそこにお宝を入れて、で見つけたらお宝が手に入るみたいなやつがあったんですけど、これの実はノスター版で Treasures っていうのがあって、本当にジオキャッシングと同じように自分のなんか隠したいものを隠したりとか、もうなんならだからビットコインとか置いてもいいわけですよね。で、自分のそのトレジャーズのに紐付けたノスターのアカウントで QR コードを読み取ると見つけたよっていう投稿ができるみたいな。はい。で、そしてこれ僕もノスターに出会って今年でだから3年目くらいなんですけど、もうずっと欲しかったトゥードゥアプリ、ずっと出てこないトゥードゥアプリと思ってたんですけど、トゥードゥアプリはあるんですかっていうところなんですが、ないので作りました。私がないので作りましたもうずっと欲しかったので。で、これちょうど今日リリースした瞑想っていうアプリを作りました。で、これも完全にノスタービルトインでトゥードゥ管理ができます。で、カレンダーでもうスクロールして普通に入れたらそのままリレーサーバーに同期されるっていう感じなんで、瞑想っていうアプリで調べてみてください。これザップストアのみで公開されています。この QR 読み取ると読み取れます。はい、で特徴としてはリカーリング機能があって、例えばなんかワークアウト、do ワークアウトエブリデイみたいな感じで入れると自動的に毎日のタスクになったりとか、毎週何か毎週朝6時に起きるみたいに入れると自動的に毎日の習慣的なタスクとして自動的にそれが適用されたりします。はい、質疑早になってしまいましたが以上でございます。ありがとうございます。続いて、ショーンさんですかね。はい。続いて、ショーンさんの発表に移りたいと思います。また準備まで少々お待ちください。Google Meet のリンクって送ってありますよ。
share the screen. Give me 1 second. I open first. これでマイクも出てる。そうですね。それ今 Nice work. Yes, it works. それでは続いてショーンさんの発表に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。Hi guys. I don't speak Japanese. Really sorry. Ohio. こんにちは。こんにちは。私はショーンです、right? Okay, my name is Sean. I come from Yakihone. So the next 10 minutes, I will show some news things, information about Yakihone, what we are doing. Hi guys, hi, okay, say it again, hi. Okay, we are building a decentralized social payment client actually on Nostr and Bitcoin, which is a platform where users, creators, and communities truly open their voice and assets. So the name is Yakihone. Actually, this is from Japanese culture. Yaki comes from doraki, that food, delicious food, and hone comes that hone box. Before I go deeper into what we are building, I want to briefly share why this matters to me and why I believe it matters to all of us. From my perspective, I think our freedom of speech are becoming more and more restricted. Our account can be delayed by any time, and it's hard to tell what news is real or fake. I mean, the whole narrative is controlled by the certain groups, and only a limited diverse viewpoint and open discussion for us. Financial freedom and freedom of speech are supposed to be our basic right? But in today's centralized system, we constantly have to fight to protect them. So I think this is a huge problem for all of us. Bitcoin as a foundation brings financial freedom and has supported lots of freedom movement all over the world. It's a miracle in human history. We no longer to pick a right wing or left wing in centralized system. But because Bitcoin doesn't have a form institution's power, so it's easy for the certain groups to express our free right on it, just like public goods. We think Bitcoin needs the institutions to solidify its ideologies and extend its power. And this power, this institution, must be decentralized media. So the idea is very important. If money is decentralized, but information is still centralized, the true freedom is not real coming. So that's the reason why we talk about the Nostr. Nostr is the first practical in human history to achieve the freedom of speech through technology. And it's also the only native Bitcoin practical backed by Bitcoiners. Just like Jack Dorsey, the Twitter's founder, said, there are only 3 truly sensitive resistant technology today: Tron, Bitcoin, and Nostr. On Nostr, it's very interesting. No one can ban you. Your account really client is completely separated. You can post anything by your own database, and also you can operate any different relay, and you can do the same thing like Yakihone. You build a client based on the Nostr. So we think decentralized media built on Nostr as Bitcoin first institution can protect freedom of speech, ensure that Bitcoin is independent and create unstoppable freedom. That's the reason why we choose Bitcoin, we choose the Nostr protocol, Nostr technology, and why we build Yakihone. So what is Yakihone?
Yakihone is the full features multiple play Nostr client that bring decentralized social media to the mainstream. On Yakihone, you can do many things like you log in with your keys and or generate a damn easier through the wallet. And also, you just need to follow the people, publish the posts and the long form articles, and send the lightning tips, we call the send the sets to everyone. All those things, everything feels very familiar, but the key difference is you can leave anytime. On Nostr, if you don't like Yakihone, you can move to another Nostr client immediately and take all your follows numbers, take all the poster content, all your database with yourself. So this is real freedom. This is a huge difference compare between the centralized system. We said this is a real ownership. We have many different features on Yakihone. Many people ask me, what really sets Yakihone is different? And from our side, we think the really set Yakihone apart is our attention to design and usabilities. Many users send messages to me and said, hey, Sean, about Yakihone, it doesn't feel like a crypto. It doesn't feel like a Bitcoin. It's just a feel like a good social media. This is what we are doing. For example, we have a Discover page channel, and our Discover page just highlight the deep, high-quality content, like articles, videos, and curations. And also, we have a home feed. In home feed, we just keep the short form notes, make it faster and lightweight. And also, if you are creators, especially creators, we have a dashboard feature. On dashboard, you can manage all your database like drafts, like analytics, and really settings, something like that. And then we also have some very unique feature like smart widget. This is an ecosystem where the developers can build interactive mini apps like polls, like forms, and monetize them directly. And also we have Yaki points. If our users, you can just engage with Yaki point system and earn the rewards, earn the cents and the Bitcoin. And talk about a unique part. For the latest version we just launched last month, we have a very unique feature we call really orbit. This is one of my favorite part. For now, the most platform decide what you say. But on Yakihone, we let you decide where you read from. You can provide really communities like a subreddit, each with open cultures. Like you can just focus on the Bitcoin cultures, art, movies, or maybe you are developers, you can just focus on the developers release. So this all the choice by yourself. And also, we support a Lightning wallet. So which means whenever you have any Bitcoin wallet, because we use the Nostr wallet network NWC feature, so which means all this wallet we support by Yakihone. And if you are new users, you don't need to know any logic, any knowledge about Bitcoin, about the Lightning wallet. No, you just download Yakihone and it takes you maybe 16 seconds, and you will become a real Bitcoiners. And for this part, we are not just building a walled garden. We give all you guys a keys to enter the entire the Lightning and the Nostr universe. We are operate almost 4 years, and so far Yakihone maybe is one of the most popular client in the whole Nostr ecosystem. We covered like 118 different countries, and we host a Bitcoin signing event, a Nostr signing event.
we connect all the native Bitcoin communities all over the world on site, in physical, one by one. For me, I crossed almost 15 different city countries the past 3 years. I connect all of them. Even today, there's many friends, right? Bitcoin buying, yes. We have many friends all over the world. So I think Nostr and also Bitcoin, we are still in a very early stage. Yakihone, we also, but we are willing to achieve decentralized all over the world. Okay, thanks guys, and welcome all of you guys download Yakihone, give a try. iOS, Android, PC client, any device you can use. Just download search Yakihone. Thank you, thank you, thank you. ありがとうございました。続いてロボスさんの発表に移りたいと思います。しばらくお待ちください。はい、続いての発表なんですけど、配信には一切乗らずに会場だけの発表になりますので、配信の皆さんはここで一旦お別れというところでありがとうございました。15分ぐらいしましたら配信の方も復活しますが、一旦はここでおしまいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。これで第1部の LT は終了となります。ここで配信は止まりますかね？一旦終わりですかね。はい。となります。第2部の再開は3時半頃です。ありがとうございました。そして、皆さん、目の前にあるので分かってると思いますけど、ケータリングが大量にあるので、どうぞ食べてください。
はい、皆さんお待たせしました。メインスペースで LT の第2部を開始したいと思います。ここからはベルベリチェさんとウォーター7833、モノさん、奥ナモさん、ジュンさんの順番で、登壇していただきます。まずはベルベリチェさんからです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。client that didn't get very popular. So yeah, that one I stopped working on it too. And at some point, I also tried to build a Nostr client framework for the web, but I eventually gave up because yeah, my time is limited, and basically yeah, I discovered some SDKs that could be used for powering Nostr clients, and yeah, don't have to do that myself. I rather reuse what. All right, so in this talk, I'm going to talk about Nostr and the web, what are the strengths and weaknesses there. I'm going to cover a few libraries and SDKs that I'm using for building all these clients. I will go into storage on the web. What options do we have for storage? It's a really important thing for Nostr clients, especially on the web. I will talk a bit about the encryption with the two main standards that we use nowadays, NIP44 and NIP59. And in the end, I will talk about server-side rendering briefly. So Nostr and the web. Nostr is clearly like designed with the web in mind, right? As you may know,
The transport we use are WebSockets, which are available on every web browser. And one of the first NIPs is NIP07, which creates this window.nostr object and allows web applications to access a user's Nostr pub key, sign messages, encrypt and decrypt events, and so on. So Nostr is web native, so to speak. In my opinion, the web is like the easiest and most accessible way to build clients or to build in general. And you get some really nice properties out of it, like instant updates, like whenever you update your client, you just deploy it to your server, and everyone has the latest version whenever they visit your page. The distribution is global. There are very few gatekeepers, right? So there is DNS and there is these cloud providers that are kind of gatekeepers, but we don't have an app store with very tight rules and things like that, right? So we can distribute our clients very easily and without asking for permission. At this point in time, there are many mature libraries and SDKs for building web clients on Nostr. I also think that the web is very LLM friendly. So yeah, like libraries like React and the libraries for building Nostr clients are very LLM friendly. So are very easy to use with AI agents. The web can be embedded anywhere, and this is a very interesting property. And one of my favorite Nostr apps lately is KeyChat, which basically is a mobile app where you have different Nostr accounts and gives you private messaging and is able to embed Nostr web apps as mini apps, so to speak. So KeyChat is like a Nostr browser that has private messaging and that has a wallet. Basically, everything you need to use Nostr, and all your web apps can be embedded in this application. You don't have to give the web apps your secret key or anything. KeyChat handles that for you and uses NIP07 to give the embedded web apps access to your Nostr identity and sign-in messages. But there are many good things about the web, but it has some limitations as well. And yeah, the two biggest ones that we have very limited options for storage, which is not the case in other environments, and that the performance sometimes is not really great. So we have to be careful when writing Nostr web clients and be very mindful of performance. So I will go over those in more detail as the talk progresses. As for the libraries, the most basic library that almost everybody uses or everybody is using is Nostr Tools. Nostr Tools is a kind of low-level utility library for Nostr. You can use it on the server, you can use it on the browser. It implements most of the NIPs out there, right? It has some facilities for relay connection pooling, querying relays, things like that. Also for key pair generation, signing, verifying events. But it's a toolkit. It's not a full framework or SDK, so to speak. So if your app starts getting more complex and you want to support multiple signers, perhaps instead of using NIP07, you want to support NIP46 with the remote signers, you want to support NIP55 with Android signers, Nostr Tools won't help you there. If you want to have Nostr clients that has multiple accounts support, you have to build that yourself if you're using Nostr Tools. It doesn't have batching and the duplications of requests, of Nostr requests. It doesn't handle authentication really, and yeah, it doesn't have any kind of a storage or caching mechanism.
So Nostr tools sits like at the bottom is a utility. You will use it a lot, but for building full clients, you need something a bit more sophisticated. And this is where SDKs come in. Nostr clients have to solve a lot of the boring and sometimes hard problems. And you don't want to be doing that all the time for every client you're right. For instance, some examples here are relay connection pooling, handling relay connection, reconnecting, connecting to relays on demand when you need to fetch data from them, and handling subscriptions. That the SDK handles that for you. You don't have to worry about that. Also, reconciling results from multiple relays, especially if you're using things like Outbox, where you try to assemble a feed, querying a bunch of different relays. These SDKs allow you to reconcile all those relays into a current, all those results into a current timeline. As I mentioned before, they batch and duplicate the requests you're making. Usually they have some kind of account management. They also have facilities for caching. They also provide high-level APIs for working with specific event kinds. So you have it's easier to work with them, and you don't have to code the same things again and again when working with the specific kinds. And they allow you to parse and generate events easily. So the two main contenders here are applesauce from the author of Nostrudel. Is a bit new. It's very well designed, modular. Its documentation is really good, and it's battle tested because basically it's code that has been extracted from Nostrudel, and which is a huge client that is compatible with many different kinds, and that is really good. So applesauce is one, and then there is NDK, which is a bit older and more popular and has a lot of adjustments. But these days, I favor applesauce over NDK because I like the design more, and it's better documented, and this is a personal opinion, but I think it's better designed as well as an SDK, right? So starting with the storage, we will need a storage for Nostr clients because it's not viable to just load everything from the network every time. So we need to be able to store things locally to speed things up, right? And what options do we have in the browser? One of the options we have is the local and session storage, which is really, it's suitable for really small data that you can read and write in a synchronous manner. It's a key value storage. Everything is a string. For local storage, this is persisted across sessions, and the session storage is an ephemeral storage just for that page, right? So it's not suited for updating it frequently because, as I said, it's synchronous. It has a very low limit, so it's around 5 megabytes. It depends on your environment, depends on your browser, but you cannot put much data here. And it's also vulnerable to cross-site scripting, like any secrets or any sensible information. For data that you will read synchronously every time you start the client. The other main API we have in the browser for storage is IndexedDB, which does the heavy lifting here. Basically, it's a full-blown database on the browser, and you will use this when you need to store bigger amounts of data, you want to query it, you want to search it, and so on.
It's a object-oriented transactional database where you can store JavaScript objects, you can store arrays, you can store files, blobs, etc. It has an asynchronous API, so it's really good for not blocking the UI and not blocking the user interaction while you are reading or writing to the data store. You can have simple and composite indexes. The API is a bit cumbersome to use, so usually people resort to wrappers like IDB or DEXY to use it. And one limitation is that it has a quota as a percentage of the disk available space, which usually is large, but it can be evicted by the browser. So you don't have durability guarantees with this storage. So yeah, it's limited in that regard, but this is what we will be using to store events and to store data that we derive from events, and also structure data that is specific to our app. So caching is super important because yeah, like some libraries like React will run your code all the time. So if you are doing some expensive computation, our Nostr events, you will it's smart to cache that and not repeat the work again and again and again. So for instance, for the subs, the NIP57 subs, the event itself, the sub received, you have to do a lot of work to validate it and extract the amount of the sub, right? So you get the sub received, you have to validate the path key against the LN URL server. The sub receipt itself has a Vault 11 invoice that you also need to parse. Optionally, the sub receipt has a pre-image, and if it has a pre-image, you have to validate it as well. And then the description, the description tag contains the original sub request that the user signed. And this sub request is encoded as a JSON string that you have to also parse and validate. So as you can see, for every sub, you have to do a lot of work, right? So ideally, this kind of work, you want to cache it. For instance, applesauce, what it does is that it gives you a lot of methods to extract specific parts of data from the sub, and it will cache the results using symbols in the object itself, right? So applesauce will give you this out of the box when working with subs, for instance. That's one of the reasons I like it. You also need to be thinking about catching events because clients, I mean, every event can refer to any other event, right? So you want to have a caching layer in your client to resolve references fast. And fetching everything all the time and discarding it causes really bad performance and UX, in my opinion, not to mention that it wastes a lot of data, right? So depending on the kind of the event, we will have to treat them differently. The regular events from 1 to 10,000, those are immutable. They cannot change. So once you fetch them, you can, if you cache them, you are done. You don't have to fetch them again. If some other events refer to that one by ID, you can serve it from your cache. The ephemeral events, you can ignore them because these are meant for, these are ephemeral, these are not meant to be stored by relays or clients. They are only meant for messaging during a session, right? And the
place where it gets really tricky is with the replaceable events, because we have a lot of different replaceable events. Some examples include your profile, the follow list, your relay list, or an article. And these have very different update frequencies. So you have to have different policies for caching these kinds, right? And you have to treat them differently in many cases, because some rarely update, some update often, etc. So with replaceable events, what I usually do is I use a stale while revalidate approach. Basically, if I have the event cached, I serve that first. And then, since the Nostr query language allows us to query with the since parameter, we can check if there are newer events after the one that we have cached. And if we find a newer one, we can update the cache with that newer one. But we serve a result as soon as the user needs this event. One thing to keep in mind with replaceable events is that before modifying a replaceable event, you have to make sure that you have the latest version. Many clients don't get this right, and you see that they override a follow list, or that they completely nuke them. And this is because the clients are not getting up-to-date an up-to-date follow list before adding or removing a follow, right? So this is one gotcha that many clients don't get right, and you have to be aware of that. Same when you are updating a relay list or a profile or whatever. Always make sure you have a fresh, up-to-date version before making changes on replaceable events. Another thing to keep in mind is that some of these have encrypted content. So respect the encrypted content, and if you don't have to modify the content field, just don't do it, and don't erase it. You have to keep whatever is there, because the user might not allow you to decrypt this event, but perhaps they want to update the public part. So one example is the mute list, where in the mute list you have a public part in the tags, and then the content is at the private part, where you can encrypt pub keys or hashtags that you want muted. And another thing to keep in mind is that when you fetch a replaceable event for the first time, you have to reconcile all of the results you are getting from relays and make sure you pick the latest version, because not all relays may have the latest one, right? So keep that in mind. Now I will talk about a bit about encryption and decryption, because this can be slow in the browser, quite slow actually. And if you, apart from encryption and decryption, if you are using a remote signer like NIP46, it's even worse, because suddenly now you have to, for every encryption or decryption operation, you have to do one round trip with this remote signer. You have to send a message to it, and then he will respond. And the messages that you are sending to your remote signer are also encrypted themselves, right? So more work. Usually for NIP44 encrypted events, what I tend to do is that once I have them decrypted, I store them, or I derive the data that I need from them, and I store them in the local IndexedDB database. One thing that is important with this is that you have to get incremental syncing right, because you want to avoid doing redundant work, but you don't want to miss events, right? So some examples
of NIP44 encrypted payloads are the NIP60 wallet. NIP60 is a NIP that allows you to have a cashew wallet stored on Nostr, and this wallet has encrypted. So if you are integrating this wallet, you have to make sure to decrypt all of these tokens and all of this wallet history, store it locally in a way that is easy for your application to query and to display, and then make sure that you are incrementally syncing and that you are up to date and that you don't miss anything, because you don't want to miss tokens, you don't want to miss individual items in the wallet history. Another example is the drafts. The NIP37 defines a generic event that can be used for drafts, for drafting a note or drafting an article. So that is some other place where NIP44 is used. So keep this in mind. Then we get to NIP59, which are the gift wraps. These gift wraps are used, for instance, in the latest specification of Nostr DMs, and they use NIP44 encryption. But it's not just one event. It's they are nested encrypted events. So instead of one encryption or decryption operation per event, the gift wraps force you to have double the work. So if we talk about how NIP44 kind of was bad for performance, this is a complete nightmare for a web client, because if you don't have access to the user's private key, the performance is really terrible, because for each of these messages you have to do when you want to read them, decrypt 2 events, and if you want to send them, you have to encrypt twice, right? So if on top of this, if you are using a remote signer, as I mentioned before, for every gift wrap, you will have 2 round trips with your remote signer, and each of these round trips also has encryption and decryption. So you pay a big cost when using gift wraps on the web. Their created at timestamp can drift 2 weeks or to the past or to the future. So you have to be mindful of this when syncing gift wraps. What I recommend is that for gift wraps, you decrypt them once in your web client, and then store the inner unsigned event with also the gift wrap ID. This way, whenever you are incrementally syncing gift wrap, as I say, with this drift, whenever you get a gift wrap, you can know if you have already decrypted this one. And if you have already decrypted this one, you can ignore it. If not, you do all this work, right? So for instance, in chachi.chat, I have to do this for syncing direct messages. And this is how I do it, right? Once I get a gift wrap, I decrypt it. If it's if the inner event is a message, I store it. If not, I ignore it, and I make sure that I reference the gift wrap ID from the stored event to not have to do the work again. Last section, I encourage you, if you have a Nostr web client that is centered around content like articles, books, highlights, etc., server-side rendering, I think, is important, and it's important for many reasons. First, because it is friendly for search engines and allows you to make the Nostr content discoverable on search engines. That's good. Like for Habla News, for instance, what I'm doing is that I'm making sure that I include proper
open graph tags in the pages that are rendered, so the search engines understand it, and the link previews when sharing these links on other applications or social media. You have a nice preview. This you have to you have to make sure that your head tags contain the relevant metadata. Server-side rendering, also if your client is ready for server-side rendering, you can do pre-rendering. So basically, you can take a lot of the pages of your site, and you can pre-render them so they load super fast whenever someone visits them. In Habla, I pre-render a lot, and I also create a sitemap, and so the search engines are able to find the content on the site and are able to index it. Server-side renderings also gives you graceful degradation. So if there are any issues in the client or the user doesn't have JavaScript enabled, your client might still be able to work if you do server-side rendering. So instead of a single-page JavaScript application, there will be regular links, and the user will be navigating different URLs. If the server is able to render those, they can they can use your client no problem. Most of the principles I talk about when caching events also apply to the server, but we have an advantage in the server that we have a lot of options for storage, and they are way better and more diverse than on the client. In Habla News specifically, I use Redis for caching events, because it gives you a key value storage and a lot of different data structures for storing, and is also compatible with JSON. So it's a really nice option. So yeah, arigato gozaimasu. Thank you for listening. I hope you learned something from this talk, and if you have any questions, if you have any comments, I'm always available on Nostr to talk about all of these things and to help you more. Thank you very much. Hello. Hello, everyone. I'm Walter. Okay. It's a great honor to be invited to Nostrasia 2025. And today I'm going to talk about zero extract and extract, the secure track and Nostr. As we know, Nostr was born as a public censorship-resistant protocol. So that raises a question: is Nostr suitable for private messaging? Can it really supporting privacy? And my answer is yes. And Nostr provides a decentralized foundation for communication with several unique advantages. And first, it provides decentralized identity. Users can simply use a Nostr public key as their account, and with no phone number or email required. Second, censorship resistance. Anyone can run self-hosted relays, no single points of failure. And third, flexible event model. The protocol can evolve quickly by stacking new NIPs. Different use cases can choose their own encryption NIPs based on their needs. And the last one is the client interoperability.
Different apps can communicate seamlessly using the same open standards. So even if one client goes down, everyone can still keep messaging on other clients. Now, another reason why Nostr fits private messaging well is because it offers multiple DM protocols, or what we call DM NIPs. There are three main ones. The first is the NIP4, the original and simple name. And the third is the NIP-EE, which is newer and much more advanced. It's basically Nostr's version of NLS. So how do they compare? NIP4 is easy to implement, and you can see in big clients like Damos and Primer, but it doesn't protect metadata, so the privacy is quite limited. And this 17 improves this a lot. It protects metadata, supports encrypted files, and even group private chats. So in many ways, it's a better replacement for NIP4. The NIP-EE goes even further. It provides forward security, meaning that even if someone's keys are leaked later, the track history is still safe. The downside is that it's harder to implement, especially for multi-devices and interoperability between different clients. So in summary, NIP4 should be deprecated, and NIP17 is the current mainstream standard, and NIP-EE is the most promising future standard. But it also has, however, it also already implemented in clients like white noise and abstract. Now let me introduce my Nostr messaging project, Zero Abstract. Zero Abstract launched its first version in 2023, and it's designed for general users. It's feature-rich, as it includes NIP17 for DN and small private groups, NIP29 for large groups, NIP28 for public channels, moments and apps, and the built-in cash wallet. Zero Abstract is also cross-platform. It's now available on iOS, Android, and desktop. The mission for Zero Abstract is simple. It's aiming to build a WhatsApp or widget of Nostr. Private messaging. Our DS are based on NIP17, which means everything is end-to-end encrypted, including images and videos. Users can also react to messages, also support link previews and the Nostr schema. On top of that, our chat panels are packaged with many features. You can send messages, images, and videos, use voice and video calls, and even send cartoons or lightning zaps. And groups. In Zero Abstract, we offer different group types to suit different needs. The first, there are NIP17 private groups. Messages in these groups are encrypted and sent individually to each member, so the privacy is good. But these groups are perfect for small groups, and they don't include group management features. So we have NIP29 groups. Messages here are not encrypted, but they come with group management tools like add member, remove member, add group admins, delete messages, and join requests, etc. Finally, we also support NIP28 public channels, which are open to everyone to send or receive messages. Discover tag is now includes three main sessions. The first one is a moments. We support both public and private moments. Public moments work like a public feed, and private moments are like gift wrap notes. When you send one, you can choose exactly who will receive it. The key part here is for each selected recipient, the app sends a different gift wrap note and encrypts them uniquely for that person. Next is the N-apps. This is a new feature we added this month. It collects awesome Nostr app webs, and users can log in with Zero Abstract account using NIP7 to try these apps directly inside Zero Abstract. And finally, groups and channels. Users in this session. Cash wallet. The wallet is fully integrated in Zero Abstract app, and beyond basic wallet functions, it also supports advanced features like sending P2PK tokens. You can create P2PK tokens directly in the Cash wallet. When you create them, they are automatically locked to a specific public key, meaning no one else can ever claim them.
We've also integrated this into private chats. You can just open the chat panel and select castronauts, and you can quickly send P2PK tokens to your friends. On top of that, you can also send castronauts in groups, which there will be 3 types available: random nuts, identical nuts, and inclusive nuts. For example, if you send 2,100 nuts split to 10 packets, each person will receive a random amount. And for identical nuts, the send total divided evenly, like 200 nuts each. And store locally on your device. Even if your device is lost, the local database cannot be degraded. And two-way deletion. When you delete a message for everyone, the app sends a delete event to the recipient. Once it is received, the same message will be automatically removed on their side. And privacy-focused push notifications, 2 user control switches, one for sending push notifications and one for receiving them. The push server only receives the recipient's public key with empty content. It never sees any message data. When the app is opened, it pulls encrypted messages directly from the relay. So messages never go through the push server. Independent circle storage. Users can create multiple circles, for example, family, friends, or work, and switch between them easily. And the last one is the minimum UI with native interactions. We carefully designed for both iOS and Android to make the experience feel natural and platform appropriate. SSO is a major release for us. It's designed to compete with apps like Session Signal, providing users with a privacy-focused message experience. Now let's take a look at how Abstract compares to other messaging platforms in terms of privacy and security. By contrast, Simple X also has strong privacy protections, but it involves tokens. Metric identity is federated and depends on servers. Signal's identity depends on your phone number and central servers, and it also has some token-related limitations. Here are some screenshots of Abstract, new message, switch circle, and invite link. With the invite link, you can simply scan the QR code to join a circle and start chatting with your friends. Unlike white noise, we don't expose your key package to the relay. Instead, you share your key package privately through a QR code with your friend. So the entire onboarding process remains fully private. Your key package is never exposed to the server at any point. Here's 2 QR codes. The left QR codes will let you join a NIP29 group and 0 Abstract. Inside the group, I've sent the NAS and NAP red packet was 2,100 sets split into 20 packets. You can join the group and see who gets lucky to grab the largest amount. And the right QR code will connect you directly with me on Abstract, so you can experience how Nostr NELS works in practice. And that's all. Thank you.はい、そうしましたら準備ができましたので、続いてモノさんの登壇発表に移りたいと思います。よろしくお願いします。
皆さん、はじめまして、こんにちは。モノと申します。こういう場で発表するのは初めてなので、緊張していますが、頑張ります。よろしくお願いします。ノスターの読み方がいろいろあると思いますが、この発表の中では、ノスターっていう読ませていただきます。よろしくお願いします。画面が。で、まず自己紹介をさせていただきます。で、このグラフは、ノスターに毎日存在していることを表しています。で、左側、縦軸が1週間ごとで7日、で、横に52週で1年間の存在度を表してて、色が濃いほど存在感が高いみたいな。で、こんな感じで、右のグラフはノスターを始めてからほぼ毎日何かしらの開発作業をするようになったっていうグラフになってます。で、ノスターを始めてから本当に活動が活発になりました。で、今日はノスターと共に過ごしたこの2年半を紹介しようと思ったんですけど、まあ 5分には収まらなさそうだったので、ルミルミっていうノスタークライアントの話をメインにさせていただきたいと思います。で、横に、年表を載せてるんですけども、まあ後日スライドを公開しますので、そちらで気になる方はご確認いただければ幸いです。で、年表をもとにノスターを始めて、画面変わらない。ノスターを始めてから挑戦したことをまとめてるんですけど、ちょっと見にくいですけども、ボットを作ったり、ウェブアプリを作ったり、オフラインのイベントに参加したり、ライブラリを作ってみたり、ブラウザ拡張機能を作ってみたりと、いろんなことをやりました。で、最初は単機能の簡単なアプリを作ることから始めて、今では欲しい機能をたくさん盛り込んだウェブクライアントを開発できるようになってきました。まあ、まだわからないことが多いので、いろんなことにこれからも挑戦していきたいです。ということで、私が開発しているルミルミの紹介をさせていただきます。周りになんか雑にそのルミルミの画面を置いてみますが、はい。で、そんな中でも、こだわりというか、そんな一部の機能を紹介させていただきます。で、まず通信量を抑えるための設定をいっぱい、用意していて、これをオンにするとアイコンや投稿内の画像が表示されなくて、カスタム絵文字も、コードで、ショートコードで出てくるので、目でエンコードしてください。で、次に閲覧注意投稿のチラ見機能っていうのがあります。で、注意書きがない投稿とか、どんな危険な内容かわからない投稿でも、この徐々にこう、見えるようになっていくっていう、この機能を使ったら安全に内容を確認できます。で、あと最後に誕生日をお祝いする機能があって、これ、ノスターにはもともと、誕生日に関するニップに記述がなかったんですけども、私が誕生日をお祝いしたかったので、そのニップスに提案して、どうですかって。で、採用してもらって、で、ルミルミの中では、こんな感じで誕生日の人のプロフィールを見ると、こう、なんかアニメーションが出てきたりとか、そういう機能があります。で、検索機能も、なんかいろいろできるようにしてて、
例えばいつ誰が言ったか忘れたけど、あの人がリポストしてた投稿の中にあった気がするみたいな時に、この K っていうところをクリックして、ノートとかプロフィール、リポストとかのどの種類で絞るかを選ぶことができます。で、そこで6リポストっていうのを選んで、で、その横の顔のマークをクリックすると、ユーザーの選択画面が出てくるので、そこで該当の人をクリックして、それで検索をクリックすると、その人のリポストを確認することができるみたいにできます。で、他にもいろんな場面で使えると思うんですけど、Tips って書いてるとこをクリックすると、入力のサンプルが表示されるので、それを参考に検索機能を使っていただけるといいと思います。で、ルミルミを作っていて困ったことなんですけど、いろいろありましたが、iPhone だけで起こるバグとか、本番環境だけで起こるバグとか、AI がいつも変なことばっかり言うとか、いろいろよく壊れるとかあって、で、私もともと iPhone を持ってなくて、ない中、適当にコード修正して、これで治ったみたいなこと聞いても、いや、全然治ってないけど、みたいなこと言われて、これどうしようみたいなことになってたんですけど、それで、iPad をいただくという機会がありまして、それで iPad で開発したツールを見ることができる拡張機能も入れて、なんとか原因を特定して、バグをどうにかすることができました。そんな感じで。で、良かったこともいろいろありまして、ノスタを始めてから本当にいろんな人と交流できたり、技術的なことを教えてもらったりと、とても充実した日々が過ごせたと思ってます。で、配信は NG だったんですけども、少し前にロブさんが登壇して紹介されていたオープンサーツっていうところからの助成金をいただくこともできています。あと、ノスターの関連の本を四谷ラボが、最近ずっと出してるんですけども、その中に一部記事を書かせていただいてて、その表紙にも、そのルミルミを元にしてできたキャラを書いていただいてて、それが左側の本で、こっちでは物のツールたちの紹介のページを担当してます。で、右側がオープンサッツの申請から確定申告までの出来事をまとめています。で、どっちも電子版とかもあってまして、この QR コードからぜひご覧ください。で、このシリーズの最新の、本がまた出てて、これにはものは参加してない、書いてないんですけど、このいつも可愛い表紙を書かれてるあの方の表紙への解説コーナーがあるので、ぜひ読みたいですね。あと、その表紙書いてる人のイラストの原画があっちの物販のとこらへんに置いてあるので、それもぜひご覧になってみてください。で、私が書いたわけじゃないのになんか、あれですけど、よろしくお願いします。ということで、以上で終わりになります。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いて、奥生さんですかね。はい、奥生さんの登壇に移りたいと思います。準備するまでもう少々お待ちください。
はい、それでは準備できましたので、続いて奥生さんの登壇に移りたいと思います。よろしくお願いします。いや、すいません。ちょっと、見えてるかな。パスキーによる秘密鍵管理、ノスキの紹介ということで、ちょっと発表させていただきますが、LT ということで気楽に応募してしまったので、気楽に聞いていただければと思っています。軽く自己紹介すると、奥名という名前です。ウェブのプログラマーとして働いて、はい。以上です。作ったものを紹介させてください。ちょっとデザインが違うんですが、ノストラおみくじというのを作って今日、上の階で公開しているので、ぜひやってみてください。はい。ライトニングのザップもしくは、ノスターのイベントに対するザップを100サッツかなすると、おみくじが引ける、リアルおみくじが引けるようになってます。はい。じゃあ、ぬるっと喋ると、ビットコイン、そしてファイド2、これはパスキーのことなんですが、そしてあとノスターに、共通するものは何でしょうか。こっち。一つ目は、キー、鍵です。どれも、公開鍵暗号を基盤にした、ものになっています。で、第2の共通点は、ディセントラライズドということです。中央管理者を必要としないもしくは、依存度をそれを下げようという、設計をしています。で、3つ目。これ理念的な感じなんで、解釈の部分もあると思うんですけど、自己主権ですと。ユーザー、が自分自身で鍵を保有して、で、鍵の保有、それ自体が、身分だったり、資産の所有を、指しているというようなモデルになります。で、この3兄弟の、写真なんですが、それぞれが何の権利を、自分で持とうとしているかというと、1つ目、ビットコインは、言うまでもなく価値であり、ファイド2パスキーは、ウェブのサービスに対する認証を自分でコントロールしようというものであり、ノスターは、インターネット上のアイデンティティだったりとか、発信するものに対して自分で証明して自分で管理できるようにしようと。こういう理念を持った3兄弟であると、考えました。ところで、パスキーというか、ファイド2か。ファイド2は最近、パスキーという名前にリブランディングされましたが、これは巨大ハイテク企業、Google だったり Apple だったりに、拉致もとい協力、がありまして、すっかり変わり果てて、今では、パスキーというふうに呼ばれるようになっています。これが、何の話か、なんでそういうふうに改造されてしまったのかというと、その目的が UX に他ならないですと。一つ目としては、こじつけな気もしますが、パスワードに近い、パスキーという言葉に統一することで、パスワードの代わりなんだな。ユーザーに、親しみやすく意味が直感的に伝わりやすくなったと言われています。2つ目は、公式 UX ガイドラインなどが策定されて、登録ログインなどの、流れが、統一されて、みんなに、統一的な体験が提供できるようになりました。これはいいことしかないと思います。で、3つ目ですが、クラウド同期パスキーというのができ、クラウドで鍵を保管するので、複数デバイスで、シームレスに使える。なんで端末なくしても大丈夫。っていうふうになりました。で、今ので、ピンとくる人もいると思うんですけど、これには当然トレードオフがあり、UX が上がることによって、しかしながら、クラウドに鍵を保管するってことは当然、分散性だったり、自己主権については、犠牲になっていると。
ただまあユーザーに、言うべきを使えばいいみたいな部分はあって、選択できる部分は残っているという形です。で、ところで、ノスターでは秘密鍵の管理の UX っていうのは、長らく課題だったと。その UX が向上したパスキーでノスターの秘密鍵を保管できるでしょうか。パスキー自体が、端末に紐づいた秘密鍵を認証に使うという仕組みなので、非常に親和性が高そうな気がします。自分もそう思います。しかしながら、パスキーが署名する構造体というのは、ノスターのイベントとは全然違うものであるため、たとえ、署名の方式だったりとかが対応しても、対応することはできないと思います。次が、実際のその構造なんですけど、左が、パスキーの、署名するものですと。実際のところ JSON ですらなく、バイナリの構造体になっております。また、特にこの赤星の部分の、サインカウントみたいな部分は、署名のたびにインクリメントさせて数が増えるようなものなので、署名の結果を固定値として何か使うような利用方法も、できませんと。で、右はノスターのイベントです。そこで、私が目をつけていたのが、PRF、パスキーの最新仕様である、疑似乱数発生関数という拡張ですと。これはパスキーを疑似乱数を発生する関数として利用することができる仕組みです。ちょっと詳しいことは詳細があるんで、見ていただければと思います。簡単に、すごいざっくり説明してしまいますと、まずこの仕組みは目的としてはパスワードマネージャーとかのマスターキー、暗号化鍵として使用することを目的として、作ったものですと。で、この関数に、ソルトっていう、2の値を渡すと、32バイトの固定値の疑似乱数が、生成されます。これはソルトが同じであれば毎回同じですと。で、この値は、パスキーが、検証されているっていうことと、ユーザーだけが使えると。で、さらに、クライアント側で使う、ように想定されているので、クライアント側だけで取得することができるセキュアな値です。はい。ところで、ノスターのプライベートキーの形式は何だったでしょうか。はい、そうです。32バイトの値です。なので、我々は、そのままノスターの秘密鍵としてこれを使用することができます。で、今日はちょっとデモすることはないので、スクショだけなんですが、この POC のアプリケーションを作りまして、実際にノスターのイベントに対して PRF の鍵で署名をすることができていますと。ご興味あったら、触ってみてください。で、一応最後補足なんですが、QA という形で書いてるんですが、よくある疑問として、パスキー使うからセキュリティ向上するよねっていう風な誤解が多いんですが、これ実は、この、ノスキーみたいな概念の場合は、ノーで、秘密鍵は、クライアントに出してメモリに載せる必要があるため、他の対応を何かしらする必要があります。で、あと、どんな環境でも使えるのかというのは、実は現状ノーですと。Windows Hello とかは、対応していないので使用ができません。Windows から指揮使えば使えます。あと、クライアントの相互運用性が効果あるか。ノスターだと秘密鍵入れればどのクライアントでも使えるっていう部分があるんですが、これも現状ノーですと。パスキーはデモインが異なると使えませんと。なので、他の仕組みが必要ということになります。あとは、ネイティブアプリでも使えるかというと、今は使えないっていう状態ですね。じゃあ PRF に対応してくれれば使えますし、もしくはブラウザを一度開いて認証して戻るみたいな。はい。じゃあまとめると、パスキーはユーザー自身が鍵を管理する仕組みと言えるので、ノスターと一緒だと。親和性があると言えます。そして直接ノスターの秘密鍵として使うことはできないんですが、PRF 拡張で、安全に、秘密鍵を生成することができる。保管することができます。で、秘密鍵は、出力した後はクライアント上に置く必要があって、セキュリティのだったり環境依存の制約等はありますと
っていうのが結論です。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは準備できましたので、じゅんさんの登壇に移りたいと思います。よろしくお願いします。ウォーターさん、奥ナムさんと続いて、鍵の話が多いですね。シークレットな鍵の話が多いですけど、僕も実は鍵の話です。すいません、お願いします。で、ちょっと私がちょっと最近試みたことについて、ちょっと簡単に紹介したいと思います。で、ミュージックで出ているマルチ署名の方法を使って、鍵移行ですね。新しい秘密鍵を使いたいっていう時に、なんとかできないかっていう取り組みの、ちょっとやってみたけど、あんまり進んでないっていう感じの紹介です。ちょっとそれをちょっと簡単に紹介したいと思います。紹介は割愛します。ですね、いや先ほど言った通り、鍵移行ってちょっと興味ありますよね。秘密鍵って5章大事に一生このまま使うのかな。SSH だってね、交換するのに、ノスターのキーって使い続けるのかな。なんかこう、安全に移行する方法ないかなって考えたのが、この取り組みをしたですね、一つのモチベーションです。で、何できればいいかなって考えると、クライアント、リレー、ユーザー、どれにとってもセキュアでやりやすい方法がないかなと考えたときにちょっと思いついたことです。で、先ほど言ったマルチシグっていう方法をそれに転用できついたことなんですね。で、マルチシグを使うと、マルチシグで、ノスターにイベントをポストできます。結論から言うと。それが、鍵移行するときに、旧鍵、新しい鍵、この2つの鍵を自分が持ってますよって強い証拠になるっていうのがですね、一つこれの方法のいいところ、主張です。で、簡単です、結構。1個のポスト、カインド0かカインド1のポスト1個でその証明ができますっていうのが利点。でですね、これが一番大事なんですけど、ポストしたやつって、マルチシグでポストしたやつってですね、通常のシュナー署名の枠組みで、今使われている署名検証の枠組みで検証ができます。だからクライアントやリレー側でシュナー署名の検証の方法を変える必要がないっていう利点があります。そういうのをちょっと思いついたので、ちょっと共有したいという内容になりますね。
で、その方法、マルチシグの方法として使ったのが、ミュージック2っていう方法ですね。ミュージック2は、ビットコインで使われているマルチ署名の方法の一つです。もともと、そのマルチ署名って言って、複数のトランザクション、金銭的取引っていうのを関わった人が、みんなで一気に証明するっていう、安全上のやり取りと、膨大に溜まっていくブロックチェーンの容量だったりとか、検証のコストっていうのを関連する複数のトランザクションを一つの署名で保存しましょう。そうすると、領域もセーブ、ストレージもセーブできますし、署名検証の手間も省けますよっていう利点のもとに生まれたのが、マルチ署名の方法の一つのミュージック2です。で、先ほど言った通りですね、これ、シュノア署名の検証の方法でですね、検証ができるので、既存のコードへの影響が少ないってものすごい大きな利点があります。で、それをちょっとですね、ノスターに転用してみたっていう取り組みになります。ちょっと数学っぽい話になるんですけど、僕、数学好きなんで、ちょっとこの話させてください。ノスターの秘密鍵と公開ってそもそも何って説明しようと思ったんですけど、奥名さんが説明してくれたんですよね。秘密鍵っていうのは32バイトの整数です。もうちょっと言うと、素数 P、大きな素数 P を法とした合同式上の整数になります。これって基本的にはすごいでかい数が乱数として生成されたもの、それが皆さんが使っている秘密鍵ですね。そして公開鍵、これが結構難しいんですけども、これがですね、元は結局これって楕円曲線上の座標上の点っていうものになります。これはですね、秘密鍵から1位に導くことができて、ちょっとここに式があると思うんですけど、すいません。慣れてないな。ごめんなさい。ここの式。このすごいいっぱいある式は説明しません。ここの式ですね。P イコール SKG っていう。ですね、これベースポイントって言われてる座標に、整数であるシークレットキーを整数倍する、スカラー倍するっていう計算で求められます。ペアって言ってるんですが、秘密鍵ってシークレットキーがあると、1位に導ける数字だっていうふうになってます。でですね、ここがちょっと僕がやったことなんですが、マルチシグっていう方法って何やってるかっていうと、キーをですね、組み合わせて新しいキーを作るっていうやり方なんですね。で、これちょっと次が概念的に一番分かりやすいんですが、プライマリーキー、1つ目のキーとセカンダリーキー、2つ目のキーっていうのを、A1、A2 って書いてあるんですが、これ結合係数です。線形結合したものが、新しいキーです。新しいキーですね。これを使って署名検証するっていうのがですね、マルチ署名、一つのアイデアになります。で、ここ説明しようと思ったんですけど、時間内に無理なんで割愛します。これ共有しますんで、興味ある人は読んでください。でですね、これがちょっと便利だっていう風な一つの理由なんですけど、これ数学好きな人、ちょっと聞いてください。面白いんで。ビットコインのですね、署名に使われているシュノア署名の数学的バックグラウンドにある楕円曲線に使われる代数で、スカラー倍する演算にはですね、ちょっとこれ見ると分かる人は分かる。結合法則と分配法則が成り立つんですね。で、ここでちょっと出てきたんですけど、線形結合で作られるっていうふうに書いたんですけど、これはですね、実は秘密鍵や署名そのものにも同じような方法が成り立つっていうのがあります。だからですね、ああいうふうな線形結合で作ったですね、新しい鍵っていうのはですね、結局同じような結合形成で作った
秘密鍵で署名されたものと同じだってことですね。だからですね、同じ手話署名で署名鍵の検証ができるっていうようなバックグラウンドがあるんです。だからですね、2つの鍵を持ってて、その2つの鍵を使って署名できると、その2つの鍵を本人が1人の人が持ってるんだって必ず非常に強い証拠になるっていうことですね。で、ちょっとそのためのですね、署名してポストするプログラムを作ってみましたっていうのが今できているところです。ちょっとこれ、あれですね、カインドゼロの例なんですけど、この署名を投稿してですね、実際に署名するプログラムを作ってみました。ちょっと分かりづらいんですけど、左側にこれ最初のプライマリーキーがあって、右側にセカンダリーキーがあります。で、これちょっと NSEC 見えちゃってるんで、もうこのキーは使えなくなっちゃったんですが、これを使ってカインド0とカインド1が投稿できるですね、プログラムをちょっと作ってテストしてみました。ちょっと今はカインド0はもうすでに投稿済みなので、カインド1でなんか、ちょっと投稿。from Nostrasia でですね、ちょっと投稿した画面にはですね、ルミルミをちょっと使わせてもらってます。ルミルミ、カインド0が JSON で見れるので、動作確認にすごい便利でした。ちょっと投稿してみますね、これで。ごめんなさい。from Nostrasia 2025っていう kind1 を投稿してみます。で、これは集約鍵に基づいて投稿されるので、秘密鍵が、これ用の投稿の秘密鍵っていうのは直接存在しません。で、投稿されたのが、これです。聞きたいとこだけど、ちょっと待ってください。あれしますんでね。はい、これ。そうです。ネットワーク、こういう本番でうまくいかないんだよね、こういうのってでもちょっと時間がないんで見ると、このルミの素晴らしい機能、カインド0の JSON を直接見るっていう機能を見るとですね、これちょっと解いたんです。やっといたんですよね。これ、プライベートキー1、パブリックキー1とパブリックキー2で作られたカインド0ですよっていうのはここ書いてありますね。書いてあります。こういうようにちょっと作りました。なのでですね、このカインド0って世にも珍しい、世界で初めてなんじゃないかと思うんですけど、共同署名で作られた、これカインド0になります。これって、ものすごい強い、2つのキーを持っているものすごい強い証明になるとちょっと考えています。でもこういうことをすることによって、例えば何ができるかっていうと、よいしょ、よいしょ、よいしょ。例えばですね、例えばですけど、プライマリーキーとセカンダリーキーをコンテントに埋め込んで、カインド0で投稿したのを見たら、そのセカンダリーキーのユーザーっていうのは、プライマリーキーの持ち主が持ってるんだっていうことにして、もう自動的にフォローしちゃうとか、それぐらいやってもいいんじゃないかと思うんですね。そうでなくても、これ、セカンダリーキーの持ち主が言いますよっていうのを、例えばプロンプトしてもらうか、鍵の移行っていうのをスムーズにこなせるんじゃないかっていうのがちょっと私のアイディアです。ただちょっといろいろチャレンジがあって、これって例えば秘密鍵を扱うんで、実際実装するにはブラウザエクステンションだったりとか、外部プログラムだったりとか使うような形になるんじゃないかなと思うんですけど、そこが詰め切れてなくて、本当は NIP に提案しようかと思ったんですけど、提案できてないというのがちょっと今日のところです。ちょっと年末ぐらいにかけて提案しようと思ってて、興味がある人は見てください。この完全なこういう証明の完全な情報っていうのはビットコインのですね、定義に署名の定義にこういうふうに載ってます。興味がある人は見てみてください。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
これで本日予定していた LT はすべて終了になります。改めて耐えました。はい。そうしましたら、ここから、再び、すいませんね。私もマウスカーソルがどこに行ったか分かんなくなっちゃった。はい、ライトニングトークが終わりまして、続いてノスターヒーローショーが、18時かな、18時からスタートするんですが、それまでの間、また交流タイムと、フィアットジャフが冒頭に言っていたじゃんけんザップタイムがありますので、それが開始するまでは、またこちらでゆっくり休憩していただいていければと思います。そして、グッズの販布の場所からちょっとご連絡です。今、グッズ自体はまだ残っているものも多いんですけど、ステッカー集めていただいて、グッズ交換するところ、シャツが交換もできなくなっちゃってます。あと、豆皿があるんですけど、豆皿残り1個となってますんで、集めてもらってない方は急いで先着順で、受け取ってください。そして上でやっている C 社の方なんですけど、C 社の方も、今 C 社できっちゃってるかと思うんですけど、譲り合ってご利用いただければと思います。はい。じゃあ、そうしましたら、一旦この回は以上になります。ありがとうございました。そして配信の方々もここで以上となりますので、本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。